こんにちは。大工の白です。前回で解体は終わりました。今回からは床の下地をしてね、そして捨て張りをしていきます。まず床の高さなんですけども、こういう敷が全部残ってるんで、だいたいこのブルーのラインで仕上げたいと思うんですけども、まずこの40年前の基礎ですからコンクリが売ってないってことですね。こう見てもこういう風にクラック入ってますし、ここも入ってますよね。でこういう今はもうね丈夫な基礎なんですけども、こういう感じで下がります。この下は田んぼでした。この田んぼの土が取ってないってことなんですね。あちこち下がるやろうなって思ってたんですけども、112ですか、ここで96ぐらいですよね。16ミリ、ここは高いってことですね。ここが基準やったんでしょうね。逆にあっちが16ミリ下がったってことですよね。ですから初めに見た時にちょっと下がってるなっていうことで下まで解体したんですけども、今度はもうここまでしたんですからね、もうまっすぐにこれ合わせていきます。今度やり直す新しい床は和室の敷天を基準にします。敷天の上場に合わせるってことですね。廊下で少し段はできるんですけども、やはりね和室三方敷が入ってますから、この敷天で合わせたいと思います。まず和室の方からやっていきます。和室のこの大引き根段はねガタが来てないってことですね。でもやはりレーダーで見ますと6、7ミリは誤差がありましたけどね、縦が立ってるんで敷天に合わすしかないんで、敷天と既存の根段は合ってますから、古い根段は古いがないといっても下がってる部分をね矢を打ってチカッと固定して少しだけは微調整します。この和室の塚はもうこのまんま使います。叩いてみれば浮いてるか引いてるか分かりますしね。で値段の通りを見て下がってる部分だけを塚と大引きの間に矢を打って高さを調整していきます。せっかく床を張り替えるんですから、今度は30ミリですけどね、スタイルフォームを入れてやります。うちの家はね、床も天井も壁も断熱材っていうのは一切縁のない家ですから、隙間風スースーやはり寒かったですよね。今度はできるだけ断熱材でね囲ってやろうかなと思ってます。では新しい根段を打ってきます。根段言っても野縁なんですけどね、天井下地を2ミリだけ落としてあります。少しそのまま打つと敷よりちょっと上がるんでね、一面だけをプレーナーで通してやって、そして打ってきます。この打つ時もね、最初にこのスタイルフォームを切ってしまいます。コンパネの継ぎ手になるように300なら300、その寸法に切って、そしてそれを挟むようにして根段を打ってきます。その方がもうピッと入りますね。でもこういうスタイルもなかなか敷地に入れたハケっていいこともないんですよね。値段がもししわんだ場合にスタイルと値段の低い音がする時もあるんですけども、効き目はじっと入っとった方が効くでしょうしね。そして今回は15ミリの合板を貼ります。普通の12ミリですとちょっと弱いんです。というのは元々の古い根段が方向を変えない、そのまま使うってことなんで、それに対して直角に新しい根段を打っていくんで、新しいその上の化粧のフローリングが向きが根段と平行になってしまうってことですね。そうすると12ミリだったらどうしても真ん中がしわんでしまうんですね。ですから15ミリ貼ってやればそうしわむことはありませんから、今回は15ミリで捨て張りしていきます。
今度はダイニングキッチンの方をやっていきます。キッチンの方はね、大引きは再利用します。汚れてて曲がっててちょっと認めないんですけど、削ってやればもう中身は新品と変わりませんね。何一つ使ってませんから、かえって新しきよりも丈夫ですね。もう本当はね、古い値段も使ってやりたかったんですけどね、あれをねプレーナー通し直してね使うっちゅうのはなかなか大変ですから、値段はね思い切って焦がしたんですけど、結局大引き4本これだけが再利用した材料になりますね。この家は床下全部砂利を引いてあります。で、厚みも引いてありますから、実際敷けてないんですけども、思ったよりアンカーボルト錆びてましたよね。敷ける床下になるとね、本当にこのアンカーボルト錆びてます。昔のこのメッキってね、癒しみたいなもんでしたから、錆びるのも当然っちゃ当然なんですけど、今は楽ですよね。レーザーで仕上がり点を飛ばしてるんですけど、今はレーザーの高さからね下地の分だけ下がって大引き点を勘定して、その上刃に合わせていく。差し金さえちょんと持っていけば下地の高さが出るってことですよね。もうリフォームにはもうレーザーはもう絶対いりますね。もうなかったらもうできませんよね。削り直した大引きもね元の位置にきちっと収まりましたね。正直最初より硬くなって丈夫になったかもしれませんね。キッチンの方はね一回全部もうばらしましたから、床塚はプラスカに変えてやります。プラスカを入れる前に元々の石をね少し上からついてやります。よく考えればね大引き入れる前につけばよかったんですけど忘れてしまったよね。そして少しからがっとる使い石を水平にする程度でついてきます。昔ね60坪70坪の家でも土台を据えて大引きを据えて、そしてその下に使い石これを70も75も据えて、そして1日で1人で帰ってきましたね。これだけはもう真っ暗になっても1日でやったもんです。今やったら1人でしたら2日はしっぽりかかりますね。ようやったもんやね。やっぱ若い時ってその気にならできるんやね。今までリフォームなしでね頑張ってはきたんですけど、水道管の漏水ですね、これには悩まされましたね。過去3回水漏れが発生しましたね。昔の塩ビ管の薬門が悪かったってことですね。パイプ自体は大丈夫なんですけど、薬門がもう全部水吹いたんですよね。これはもうどうしようもないんですけど、この40年前の材料の悪さですね。もうほぼ家は今のこのホースに変わりましたから、そこで漏水からは逃れられるかなと思います。今度の値段は45の60の角門です。最初の値段に比べて、1本あたり3分の1ぐらいの細さになりますよね。これでも高さが60ありますから強度的には十分ですね。ただ継ぎ手が一緒にならないようにね一本一本テレコに打ってきます。
どうしてもね、この自分は床の高さをこの調整する場合は糸が好きですね。これもレーダーで測ればほんでいいんですけどね、やはりこの糸は目で見えるってことなんですよね。やっぱり見えないものより見えるもののが使いやすい。昔の人間ですね。そしてプラ塚でも構成塚でもジャッキになってるっていうのは魅力ですね。上げ下げがうまくいきますね。これ本当に木で切ってきれいに入れようと思うと結構かかります。1時間でできますかね。プラ塚やったらすぐですよね。こういうとこはもう本当に楽になりましたね。まあ5寸並ぶにちょい綺麗やな。5寸並ぶか、並ぶにちょっと切れとるな。5寸並ぶにちょっと切れるかな。ほらキッチンの方の断熱材はスタイロフォームではなく別の断熱材を入れます。この断熱材は根太を300ピッチで打ってやればきちっと入るサイズになってます。大引きと大引きの間に細い銅縁を打ちました。裏からね。そうしないと継ぎ手が中間に行った場合、もし緩くなったら落ちてしまうってことやね。ですから銅縁で少し裏から支えてやって、そして断熱材入れてきました。こういかなあかんやね。間もねスタイルを入れて、これで床は断熱材 OK かなと思ってます。そしてスタイルの間とかね、壁の間、ウレタンを打てるとこはウレタンを打ってきます。これでなんとか隙間は塞がるでしょうね。でもね、この荒壁ですからね、荒壁の日々まではねしょうがないですね。何でもかんでも隙間を蓋せばいいってもんでもないんでしょうけどね。それとうちら中京間なんですね。関東間と関西間の中間です。柱の内々で尺で割れます。ですからこういうご飯を張るときはもう内の上でピタッとこういけるってことですね。これだけは楽ですね。おっちゃん優雅に一服しとくけどもっと配れ。これで床の捨て張りができました。これで床の先が見えたようなもんですね。この次はこの床のこっちのコーナーが収まりませんから、このサッシを入れてね、そして床を張っていきます。以上、大学少年でした。